3、はい。ウエスです。さあ先ほど年越しの生配信終了いたしました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。すごかったね。そうね。カオスだったな。カオスやったね。状態見てもらったらね、大体わかる。何があったんだっていうね。ね、浜ちゃんに言ったらほろ酔いですし。はい。いい感じに出来上がっております。出来上がってるね。やばい、出来上がってるね。出来上がってるね。出来上がっています。イエーイ。あ、見えてなかった今。マイカなんとなく少し日に愛が隠れてやりきれないことは押し寄せてしまうけど何やっていくんだよ自分と諦めたい夢なんてないよな涙ってそれ誰衝撃なんだよ位置についてよー遊び騒がしい日々に泣いていた君のお優しく僕が包み込むから甘味山さん。そんなことある？誰これ？おいおい、新年一発目。おい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 。スプーンつける。なんかピリついてんな。俺ジュンタの口笛吹いてるとこ大好きやねんな俺。目をもっとこうもっと眉間にしわせながら。そう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 。マジすげえもうやすじゃないかまだまだいけるねありがとなあっぱれ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 の心意気みんなも一緒にもう一回そしてね、生配信王潤太君が発表。いいな抜かれた。いきなりじゃあなんかもう中間発表ではのんちゃんやったけど抜きましたね最後はね。抜かれました。ちなみにのぞむが券もらえてたら何したかった企画？これね。こうもらって企画券もらったね。一個何でもいいよ。7人でな。みんなでみんなでゆるーくゆるく。たこ焼きを作って配る。食えよ。配る方か配る誰にやねん。後輩たちに配る。ああ後輩たちね。いやいやその呼び出されんの。それを YouTube で配信しちゃう皆さん分かったでしょ。食べない。僕たちはナチュラルハイになっておりますんで、こんな感じでアフタートークいきますからね。すいませんはいさあでは行きましょう。ウエスチューブどうぞ言ってます。絶妙に下手くそ。では参ります。ウエスチューブ年越し生配信アフタートークスペシャル。やろうさあ、生配信見ていただいた方は分かると思います。分からない方はここで止めて生配信の方を見てください。長いですよね。2時間ぐらいありますよね。長いよ。見てから戻ってきてください。ちょっとね、表のニュース、裏のニュースっていうね、タレコミ企画もありましたが、はいちょっと時間の都合上言えてないネタがいっぱいありましたので、ここで全部言っちゃおうと。ええって結局生か生じゃないかの差だけやん。まあまあ気になることありましたからねいっぱいね。ウエスチューブ。ちょっと何があるんやろ怖いな選ばれなかったやつ。まずはね、流星流星マネージャーからタレコミ来ております。流星サングラス紛失事件。コンサートのリハ終わりにサウナに送ることになりました。サウナに到着し5分ほどして、話しててから、いざ降りるときにあれサングラスないと言い始めた藤井さん。まあ忘れ物が多いのでね、リハのスタジオとかに置いてきたかなと、後ろの藤井さんをパーって見たら、着ている T シャツの首元にかかっていました。あら首元にかかってますよっつったらほんまや笑いと言ってサウナに行かれました。流星してるなと感じました。本当やん。マジで。ここにかかってたってことか。なんでこっちやろ。なんでそうやろ。なんでそうやろ。逆にここにかけたら覚えてるやろ。流星してるなおい。解説して今のどういうこと怖いな。怖いっていくらなんでも。これ見えへんとこでまたね。本当にあった怖い話やんこれ。いや見えてるところにかかってますよ。覚えてなかったんやその瞬間もね怖すぎんねんけど。東大元暮らしやね。流星やな覚えてますそれ。俺覚えてはいるよなんとなく。何回かその間違いしたことあるから。ああそうなん。一回だけじゃないんだ。
いやマネージャーさんに対しては1回かもしれんけど、何回かプライベートでもあるから。でも分かる携帯持ってて携帯どこ行ったってみたいなことやんな。ぼーっとしてる時やな。ポケットに入っとったみたいなな。まああるある。やってまそれは分かるよ。今映ってなかったですけど思いっきりあくびしましたよね。誰ですか？誰ですか？大酒飲みの女の子。嘘でしょ。びっくりするぐらい大きい普通にあくびしてた。お酒紙？嘘でしょ。託すとかないから。今俺ここ確認しながらでも分かったぐらい口でかかった。何回かプライベートでもあるから。でも分かる携帯持ってて携帯どこ行ったってみたいなことやんな。ぼーっとしてる時やな。すいません、ちょっとお酒あ、そうかね。主語二人がね。危ない。主語なんで。あとは重岡さんマネージャーさんからしげ。お年玉の件で一個タレコミ。去年もあったよね。お年玉出た。お前去年あった。今回のお年玉は奮発してやるからなとお言葉をいただきました。覚えてらっしゃいます。はい。ね、これは覚えてる。誰ですか？ちなみにお年玉ももらったの？あ、じゃあ楽しみだな。この後すまんな。去年ももらってないんで。去年もらってない。去年もらってない。昨年の末のね配信でもお話ししましたお年玉なんですが、重岡さんいかがでしょうか。有言実行こそ男だと思います。嘘はいけないと日頃ね重岡さんからも聞いています。まあここ数年分の奮発もするとおっしゃられた分合わせてお待ちしておりますと。まだ上げてなかったと。なるほど。さっき落としてたよ。実はあら？今年去年のも分も足して渡しました。マジ？よかったね。よかったよ。いくらいくら？言わねえよ。言うたか。結構ねいい時間に。ちゃんと。あ、ほんと。あぶねえ。あぶねえこれであぶねえ。こんなことあるんですね。渡しててよかったな。でもな、そんなのなんかまあいろいろしげがいやいや言われてるけど、うんぴょこチャンネルのプロデューサー兼フロアのパパからはね結構なんか温かいメッセージあってね。何？業務が集中していた時期です。疲れていたのかフロアでさあ7人全員でって説明するところをずっとじゃあ6人全員でって説明しちゃったんですって。でメンバー全員が6人ってなったんですが、まあ V6 さんをずっと見てはった人なのでごめん V6 の癖が抜けなくて6人って言っちゃったって謝ってたらすかさず重岡君がまあそれ言ったら俺らも V6 の後輩癖が抜けないですからねって誰も傷つかないフォローをしてくれてとても感激でした。もう一回言って。もうええよ。言うか。まあでもなとっさにこういうフォローができるのもね優しいね。まあね。優しさが。優しさやな。照れてる。照れ隠しか。この野郎。酔っ払ってみる。酔っ払ってるわ。やばい酔っ払ってる。こんにゃろお前。こんにゃろお前よこんにゃろバカ野郎。浜ちゃんのはね。あ、浜ちゃんのある。小滝さん。小滝さんダメですよ。小滝さん。小滝さん。小滝さん。浜ちゃんのなんかある？なんかちょうだいよ。ちょうだいよ。ちょうだいよ。なんかめっちゃ珍しい鳥の名前みたいな。ちょうだいよ。ちょうだいよ。浜田さんのは意外とないです。おもんないの。優等生。1年あって何にもないんかよ。売れ話が？なあ。まあ一個なんか浜ちゃんらしいなってようわからんなっていう事件はありますね。渾身のボケ事件。マネージャーさんです。アワードみずほペイペイドーム公演の時のことです。ファミクラストアに訪問するために浜田さん、桐山さん、重岡さんと前日から福岡に前乗りしてました。ありがとうございます。ファミクラストアに訪問後は4人でご飯に行きました。その際お酒も飲んでいたのでみんな熱い話をしていました。そんな中浜田さんがお皿に盛ってあった生姜をこぼしてしまいました。すると突然「まあしょうがないか」と言い出しました。その時はなぜか4人爆笑してとても楽しい時間でしたが、よくよく思い返すと何が面白かったんだろうなと思いました。平和や。確かに笑って爆笑したな。爆笑した。なんであんな爆笑したんやろな。今俺読んでても思んない。ベタなボケでしたね。なんかあの時かけたんですかわざと。かけてん。あの時はほんまにかけて。おおすごいよ。そうちゃんとしかも言い方もあれやったよな。もうしょうがねえなって言ったよな。そうそうなんかね面白かった言い方もね。ボケてる感じでね。で結構生姜ぶちまけてしまってバーンって結構な量ね。そんなことある？そうあったのよ。結構ガシャンガシャンって。
このあーってなっちゃったけど、こう結構笑いに変えた俺でした。報告。あの時は面白かったよね。あの時もお酒飲んでて受けてるのに、今お酒飲んでて受けてない。受けてないね。どういうことだよな。そういうことなんか。そういうことなんかな。その時はみんな受けたんやで。リアル帳消しになるぐらい嫌な時間流れてこうなっちゃうのね。そうか。生配信でもよかったかみちゃんの一個かっこいいのあってんで。それいいよ。俺惚れてまうやろなやつやな。そうそうそうちょうだいちょうだい。いいんじゃない？ちょうだいちょうだい。ちょうだい。いいんじゃない？いやいや。いいか。じゃあやめとこう。なんで？くれよ。神山さん、惚れてまうやろ事件。いや。浜田さん、神山さんは車が一緒になることが多く、ある日浜田さんを迎えに行ってから神山さんを迎えに行くことになりました。まあ事情があって少し遅れることを神山さんに伝えると、あ、コンビニで待ってますと連絡があったので、コンビニに到着して神山さんが乗り込む際、両手に浜田さんとマネージャー分の飲み物を渡してくれる人が、アイスコーヒーでいい？そして2人の心の中で叫びました。惚れてまうやろ。まあ全然俺もするけど。何やこいつ。だからなんかここまでの間からでそんなことされて怖いやんな。確かにな。怖い。嫌やんな。怖いってないやで。奇妙。それは奇妙じゃないやろ、普通や。かみちゃんなりの優しさやったのそれは。なんかいるかなと思って俺もコンビニ行ったから。ついでに買っとこうみたいなね。買っとこうぐらい。今日別に何ももらってないよな。もらってない。同じ車じゃなかった。今年に行ってるのかな。浜ちゃんそれキュンとしたの実際。俺はめっちゃ嬉しかったよ。だって俺だってアイスコーヒー大好き。大好きやな。確かにな。アイスコーヒーとクリームシチュー。そう。俺まさかのかみちゃんからのサプライズだったから、俺はもう惚れてまうやろってなったよ。落としてるお前らダサいぞほんまに。やばい、掴まれてる、心掴まれてるわかみちゃんに。いや確かに。ちょっとでもなんかそんなギャーギャー言ってる重岡さん、ちょっと浜田さんから読ぼっか。これどうですか。口から全部出たぞ。ごめんなさい。これ読んであげて。すみません。口から全部出すの好きやねん。確かに。珍しいね。な、歩みにも書かれてたもん。歩みって懐かしいな。小学校の。懐かしい。口から浜田君は全部出すのが好きみたいです。重岡ベンチコート仮パク事件。それは良くないよ。重岡さん、筋肉質で体脂肪率が低いのかめちゃくちゃ寒がりなんです。那須でも移動車にはブランケットが常備されてるぐらい。ある時冬の撮影に入るということで寒がりな重岡さんのために自分のベンチコートを貸し出すことになりました。マネージャーがね。撮影が終わり1年ぐらい経ちましたがまだベンチコートは帰ってきません。重岡さん、冬は僕も寒いです。待って待って、覚えてない。絶対に家にないで。どういうことですか。わからん。怖い怖い。やば。寒いから貸して言われたんや。で貸したんや。また借りてない。気に入ってたもんな。あれ気に入ってたんな。うわ、やば。これはあかんで。これはドン引きなんすけど。マジでほんま現金なんぼ。あれで解決すな。そうごめんほんまにないわ。覚えてはない。いや借りた覚えある。返した自分では返したと思って。いやでも絶対借りてありがとうって言って終わった時に多分返してない。そのまま着て帰ることは多分ないから。そうやんな。衣装さんに渡しちゃったとかな。それはあるよな。でも俺家さマジでない絶対にない。調べた。俺綺麗にしてるから。そうか。綺麗にしてるから家にないが一番怖いのよ。手元にもないから。どこ行ったのマジで。これは衣装さんに返してしまった。返しちゃったかな。でも気づく。ほんまにない。ごめん。なくなっちゃったって。あら。これはじゃあもう新しいの買ってあげるしかないんじゃない。せやな。俺でもさファッションセンスないからこれっていうの URL 送ってきて。欲しいやつ。そうしよう。それはかわいそうやから。マジでないわ。ごめん。みんなに出すから。なんでみんなお前が書いてたええわ。巻き込むな。すいません。さあ続きまして藤井さんですね。藤井さんのあります？コーヒー置き去り事件、こっち上ちゃん呼んであげてます。上ちゃん下から2目。もうね名前がね重岡と藤ばっかりなのよ。そうやで。はい。メンバーみんなで大阪に向かった新幹線のホームでの出来事です。はいはいはい。いつもよりホームに着くのがギリギリになってしまい、着いてすぐに新幹線が到着しました。はい。それなのにマイペースな藤井さんは紙コップで出てくるタイプの自動販売機のコーヒーを買い始めました。案の定時間がかかり、出来上がりまで
40秒ほどで電車のベルが鳴ってしまいました。あらら。コーヒーを取るか新幹線に乗るかギリギリまで迷いコーヒーを置き去りにし新幹線に乗ることに。車内まで迷うなよ。車内からコーヒーが出来上がって扉が開くのをみんなで見とってます。あっためっちゃ笑った。これはマジで笑った。あったしてしまってウィーンって開いてる。見てた見てた。なんでそんなギリギリのチャレンジするの？絶対間に合わんやんみたいな。いやだからその迷ってる暇あったらもう買っちゃおうと思って、買える可能性もあんねんし間に合うと思ったよ自分では。そう思ったらすぐ行動タイプやから、もうこれ迷ってる暇ないと思ってギリまで待ってたもんな。俺見てたもん。その結局どっち取るかっていう時の流星新幹線みたいな。いやマジギリギリのもう一個あんね流星。アリーナツアーのアワード福岡公演の時、朝飛行機に乗る際、藤井さんは車から降りて先にご飯を食べに行きました。まあ時間になり他のメンバーとかマネージャーは、飛行機に登場しましたが、藤井さんなかなか乗ってきません。出発の5分前になっても乗ってこないので、いややばいってなって電話したところ電話にも出ませんと。でみんなでって焦ってたら何食わぬ顔をした藤井さんが乗ってきて平然と、自分の席に座っていました。相変わらず流星してるなって思いつつも、いつものことなんで慣れてますが、もう少し余裕を持って行動してくださいとガチで怒られてます。ガチのやつや。ガチのやつやな。これは誰と言ってたっけな。のんちゃん。そうやんな。で俺が流星と一緒に乗ってたの。乗ってきたの。で流星がそそくさと着いたら出て飯食べに行く。ああ車からね。で俺は別にそんなお腹空いてなかったから、まあその時間までギリまで車にいたの、そのマネージャーと。でじゃいざその搭乗口そのピッてする最後の飛行機乗る前になんか入って、でも流星とかいんのかなとか思ってたら流星一向にいないし一向に来ない。焦るなそれな。ようやくギリギリのところに来て絶対にお前らいじんなよっていう雰囲気で来たの。してたんや。してた。お前いじんなよみたいなな。あったお前。別に俺分かってきてるからっていう感じで来てんだよなあ。いやもうほんまここまで準備してた。いや間に合ってるからってここまで準備したから。間に合った。アホって言ったらもう出んねん。吹き出しがこり間に合うぐらいまで出てたもん。すげえわ。すごい。それ流星の中ではもうその準備はしてたんや。そんなつもりはなかった。全然そんなつもりはない。つもりもなかったんや。普通にあったな。つもりはなんかしてて、まあギリギリなっちゃったなみたいな。小竹これ絶対いじったらあかんやつやでみたいな会話してた。あそうな。でも流星的にはそんなもん思ってないし、普通に朝やからテンション低かっただけやと思う。あ、なるほどね。すごいね。流星の行動ってさ、やっぱすごいよね。その新幹線でもさ、着く前に音鳴るじゃん。あ、そうね。音鳴ったら荷物を取り出して出る準備。そう大体ね。鳴ってからトイレ行くよ。そう。言ってる。それすごいよ。すごいよね。やっぱギリギリやねんな。ギリギリできない。カトゥンだもん。カトゥン出てくる。リアルフェイス。リアルフェイスってあれ。辞書で見たら藤井って出てる。辞書に藤井って書いてる。いやすごいよ。間に合ってるじゃないですか。まあまあだからそういうことしてくれるからこうやってネタが増えて面白くなんねんけどな。2025年もよろしく。ストップないよね。やめろー。ごめんもう。そんな反省せず。新幹線に乗るとすぐ前の席に座っている仲間さんにだるがらみをし始めました。覚えてる。えぐいやんマジで。言いながら泣きそうやんけ俺が。まさかの。決めないみたいな目してる。まさか。